こんにちは、ポロロです。リビングの松永さん、5話の感想をお届けします。冒頭からちょっとだけ辛めの感想を。ミコが電話に出ないんだ。松永さんが保護者としての自覚が強めになってしまったのは、他ならぬミコのせいのような気がします。そして松永さんがミコを探しに出動するのもこれで3回目。毎度のように松永パトロールは的確にミコを見つけ出しますが、これも保護者愛がなせる技でしょうか。はい、あまり言い過ぎるのは野暮ですね。この辺に留めておきましょう。それと松永さんの今回の脱衣に特に意味はなかったですよね。本動画は前半がストーリーの振り返り、後半がピュアな成人男性の感想で構成されています。ぜひ最後までご覧ください。ドラマについて最終話までストーリーの振り返りや感想を配信していくので、チャンネル登録もお願いします。1話の動画ではリビングの松永さんに出演している中島健人さん、高橋ひかるさん、向井浩二さんのお話をしました。合わせてご覧いただけるとより楽しめると思います。ぜひよろしくお願いします。松永さんの誕生日が迫っていました。松永さんに限らず、シェアハウスのメンバーの誕生日は全員で盛大に祝うのが通例儀式のようです。特に盛り上げるのが上手な鈴木さんは気合が入ってます。さて、誕生日といえば欠かせないのがプレゼント。個々に準備するのがルール。と聞いたミコは何にしようか考えるためスマホと向き合います。とそこへ、いつも通り鍛えすぎボディをあらわにした松永さんが登場。冷蔵庫から飲み物を取り出し、すぐに部屋を出ていきました。本筋に全く関係ないただのサービスシーンです。松永さんがいなくなり、話題は再び誕生日に。ミコは30代男性のプレゼントの相場が2万円であることに衝撃を受けます。5人いるから合計10万円のプレゼントがもらえます。お返しとか色々すっごくめんどくさいです。ミコはまだ高校生。服部さんがそこまで根の張るものじゃなくても大丈夫と気遣ってくれます。しかしミコはお世話になっている松永さんにはちゃんとしたプレゼントを贈りたいと息巻くのでした。部屋に戻り、自身の懐事情と相談するミコ。もろもろ計算した結果、予算は1万円となりました。1万円あれば結構しっかりしたものが送れます。思案しているミコに、リョウが声をかけました。プレゼント代の工面に困っているなら、アルバイトをしてはどうかと提案してくれたのです。アルバイト先はリョウも働く喫茶店でした。ミコはその提案に大喜び。しかし直後、松永さんの10面が浮かびます。断然たる保護者としての使命感に燃える松永さんが、高校生のアルバイトを許してくれるでしょうか。バレた時にプレゼントを買うためとは言えませんし、これは困りました。翌日からミコはもやしを食べ始めました。安くて健康的で美味しいもやし、庶民の味方です。作ったのはもやし炒め、もやしナムル、もやしのマヨネーズ和え。僕にとっては、先日までフェルマーの料理で豪勢なフレンチの数々を見ていたので、妙に安心感のあるラインナップです。しかし松永さんは、もやしと小馬鹿にしたように笑います。すべては松永さんへのプレゼントのためなのですが、知る由もありません。とそこで、松永さんの保護者面が表に出ます。まさかミコ、ダイエットをしているんじゃないのか。まずはアイスやチョコを控えるよう語気を強めます。否定しながらも、チョコという単語を聞き、ミコは頭を抱えました。そう、バレンタインも近づいていたのです。恋するミコにとって到底見過ごせるイベントではありません。さらなる散財が避けられない現実に、ミコは労働への従事を決意しました。ミコを学校に見送った後、松永さんはキッチンで料理を作っていました。テストに向けて頑張るミコへの選別のつもりです。しかしミコの言うテストは、実はアルバイトを隠すための方便。真に受けた松永さんは、お母さんの表情でビーフシチューが入った鍋をかき混ぜます。大貫さんに、立派なお母さんになったねと指摘され、まんざらでもない表情を浮かべました。その頃、喫茶店ではミコがアルバイトの初日を迎えていました。寮も一緒なので、安心して働けます。常連客の一人がミコに声をかけました。一目でミコのことを気に入り、ミコの明るい接客を褒めてくれます。失敗もありましたが、初日の勤務を楽しく終えられたミコ。紹介した寮も安心できました。二人で岐路をたどる途中、寮との会話が弾みます。特に松永さんへのプレゼントはお世話になっているからで、他意はないことを強調しました。特にシェアハウス内での恋愛は禁じられていませんが、恋心を隠し通すつもりです。寮のことを同期と呼び、心の距離を縮めるミコ。寮は感情を表に出しませんが、年下のミコにそのように言われても、それを拒絶しません。続けて、寮の入居の理由を問いました。寮は当初、シェアハウスに入居するつもりはありませんでした。それがどういう心変わりなのか、後日改めてやってきて、住むことにしたのです。鈴木さんに言わせればそれは、一目惚れしたため、だというのですが、寮はその問いに面食らいます。そして、初めてミコと会った日の彼女の笑顔を思い出しました。おそらく全視聴者が気づいていますが、寮はミコが気になるようです。しかし彼もまた、自分の心に蓋をして答えました。なんとなくかな。隠されたことを知ってか知らずか、ミコは何も答えませんでした。リョウはすぐに話題を変えます。晩ご飯をおごるというリョウの提案にミコは大喜び。牛丼が食べたいとスキップをするミコを見て、普段無表情なリョウが嬉しそうにしました。やっぱりもやしに飽きていたようです。家では松永さんが時計を見てそわそわしていました。時計の針は8時を過ぎていることを示しています。その時、扉の開く音が聞こえ、松永さんは跳ねるように立ち上がり、ミコを迎えます。早くビーフシチューを食べてもらいたかったのでしょう。ちょっと可愛いです。ミコはリョウと一緒に帰宅しました。松永さんは意外そうにしますが、すぐにキッチンに向かいます。しかしミコとリョウは牛丼でお腹を満たしていました。松永さんはショックを受けます。ミコのために晩ご飯を用意していたと打ち明けることができません。しかし、リビングにはビーフシチューの芳醇な香りが漂っていました。ミコはすぐに気づき、歓声を上げてキッチンに近
近寄ります。松永さんは、後で俺が一人で食べる、とわざわざ強調します。なんとも大人げない松永さんでしたが、ミコのいないところで残念そうにため息をつきました。その日もミコは喫茶店で接客をしていました。ところがそこに女性を連れた松永さんが現れます。ミコは顔を見られないよう慌てて後ろを向き、声色を変えて、声だけで席に着くよう指示するという0点の接客でこの難局を乗り切りました。しかし、席に近づかなければ不審がられます。松永さんが店員を呼ぶ声が聞こえてきました。もうこれ以上は間が持ちません。覚悟を決めて席に向かったミコでしたが、りょう、ここでバイトしていたのか。間一髪。ギリギリでりょうがゴミ捨てから戻り、松永さんの接客を始めました。ミコはバレずに済んだことにほっと胸をなで下ろします。さて、人心地ついて気になるのは松永さんと一緒にいる女性の存在。その女性は、出版社の編集者であることをりょうに教えてもらい、また安心しました。その時、松永さんが何かに気づいたように目線を変えました。お酒が好きな松永さん、鈴木さんのバーで飲んだくれています。機嫌が悪いようです。何があったか鈴木さんに聞かれ、松永さんは答えます。ミコが亮と一緒に働いていた光景を見てしまったのです。自分に隠れてアルバイトをしていたことに納得できません。疑心暗鬼になった松永さんは余計なことまで想像してしまいます。ミコと亮、付き合ってんのか？そう問いかけ、全然いいんだけどよ、とすぐに予防線を張ります。鈴木さんは松永さんの心理が分かりかけていました。そんなに気になるなら、淳くんもミコちゃんにアピールしたら？もちろん松永さんはあくまで保護者代わりとして気になるだけだと強調します。いつになく真面目な顔をした鈴木さん、手を出す気がないなら口を挟む権利もないときっぱり言い切りました。そっと見守ることも保護者の役割じゃないの？松永さんは何も答えず、その言葉をよく吟味しているようでした。バーからの帰り道、シェアハウスの前で松永さんは不審な人物と遭遇します。声をかけると逃げるように足早に去っていきました。その少し前、ミコと亮も帰宅をしていました。二人きりであることを確認し、亮は、あのさ、と改まって切り出します。先日答えを濁した亮がシェアハウスに引っ越してきた理由を話そうというのです。ここに内見に来た時気になる子がいたんだ。興味をそそられる話題にミコは目を輝かせます。亮は覚悟を持ってミコを見つめますが、もしかしてサバコ？ミコは恋愛偏差値の低い女でした。自分のこととは気づかずシェアハウスで飼っている猫を思い浮かべます。亮は完全に告白のタイミングを逃してしまいました。訂正できないまま口ごもり、そして松永さんが帰ってきてしまいました。松永さん二人の様子を見て何かを悟ったようにうなずくと、少しだけ会話をして部屋に入っていってしまいました。ベッドに倒れ込んだ松永さんは少し寂しそうに天井を見上げています。後日、シェアハウスの時計の針が20時30分を過ぎた頃、大貫さんがミコが帰ってきていないことに気づきます。いつもならカリカリして家中をうろうろする松永さんですが、この日はパソコンに向かって集中しています。心配しないのかを松永さんに問いますが、亮と一緒じゃないのかとさして興味がないような態度です。服部さんも大貫さんもうろんげに松永さんを見ます。干渉しすぎるのも良くないからな。松永さんは努めて冷静でした。しかし、亮が一人で帰宅すると態度を表変させます。その日、亮はシフトに入っていなかったのです。ミコが今一人ということを知り、松永さんの保護者魂に火がつきました。パタンとパソコンを閉じ、すぐに連絡を取ります。しかしミコは電話に出ません。矢も盾もたまらず、松永さんは家を飛び出しました。ミコは焦っていました。アルバイト先の喫茶店を出て、すぐに何者かが後を追ってきています。不気味な追跡者はミコに追いつくと、その肩に手を置きました。振り返ったその先にいたのは、喫茶店の常連客の男性。ミコのことが気になった彼は、ストーカーと化していたのです。そこへ、松永さんが駆けつけます。男をミコから引き剥がし、詰め寄ります。俺はこいつの保護者だ。それを聞いた男は慌てました。言い訳をする男に松永さんは怒号を浴びせます。これ以上近づいたらただじゃおかねえぞ。男を追い払った松永さん。その背中にミコが身を寄せます。恐ろしい体験をし、言葉が出ません。松永さんはミコの頭に手を置き、安心させました。ミコは勝手な行動をしたことを謝罪します。松永さんは何も咎めず、亮も心配していることを伝えました。それは、亮と付き合っていると勘違いした松永さんの思いやり。そこへ、遅れて亮が駆けつけました。ミコはそれに気づかず否定します。亮とはそのような関係ではないことを、そして松永さんのことが。はい、リビングの松永さん5話でした。松永さんはこのまま保護者の立場に甘んじていて良いのか、それを問われた回でした。気持ちの面ではミコのことが気になっているものの、理性と社会的規範の観点からそれを抑えつけていますね。それに対し鈴木さんはミコのことを好きになってもいいというスタンス。そしてその覚悟がないなら口を挟むなという鈴木さんのいつになく真面目な表情にドキッとしたファンの方も多いのではないでしょうか。普段の言動から松永さんに軽んじられることが多い鈴木さんですが、今回見せた新たな一面はギャップが大きくぐっと魅力が増したように思います。少しずつですが原作の漫画も読み進めています。本ドラマの脚本は原作に忠実ではなく、時系列にこだわらずいろんなエピソードをつなぎ合わせてオリジナルの設定を加えています。特に大きく改変されたのは北条亮。シェアハウスに入居したタイミングが全然違うことは3話の動画でもお話ししましたが、そもそも亮がミコに恋心を抱く描写が一切ありません。4話における合コンの相手も亮ではありません。
この後読み進めたらミコと亮が接近する展開もあるのかな。原作での彼はとにかく影が薄いのですが、ドラマでは今回大きな爪痕を残しました。なんとミコに愛の告白をしようとしたのです。結果的にそれは未遂に終わったのですが、亮の積極性に驚きました。そもそも気になる子がいるってだけで引っ越してくる時点でなかなかの強者です。いかにもな草食男子の風貌でここまでやってのけるとは。鈴木さんに負けず劣らずの大きなギャップにハートを打ち抜かれた方も多いのではないでしょうか。表現が古いですか？最近 X のフォロワーさんに勧めてもらって ABEMA で配信中のラブキャッチャーを見ました。いやー、今まで見た恋愛リアリティショーの中で一番エグかった。シンプルにルールをお伝えすると、参加者は愛とマネーどちらを取るかを決めた上でゲームに参加。ゲーム終了時点で相思相愛になったカップルは自分が愛なのかマネーなのかを明かします。二人とも愛ならば本当のカップルとして成立できますが、実はマネーを選んでいて相手を騙すことができたなら番組から500万円もらえるんです。いやー、リビングの松永さんと違ってピュアな気持ちで見ることができません。ABEMAで3話まで無料で見られるので、他では見られない騙し合いの恋愛が気になる方はぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。なお、僕はピュアな成人男性なので、狼シリーズやバチェラーも全く偏見なしで見る人です。今回はドラマリビングの松永さんの第4話を振り返りました。男性視点での感想が気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。いいねやコメントも大変励みになります。一緒にドラマや俳優さんを応援しましょう。 TVer では見逃し配信が行われています。こちらは無料なのでぜひもう一度どうぞ。 Unext では定額見放題で配信中。見逃しすぎてしまった方、 CM を挟まずに見たい方はこちらへどうぞ。初めての方は最初の1ヶ月が無料で見られます。僕も Unext で視聴しています。それでは次回もお会いできますように。バイバイ。